まさか生きているうちに公方様のご尊顔を拝めるなんて思ってもいませんでしたよ。妹君に会うなんてことも考えなかったよね。けど双葉様優しくて可愛くってなんかもう幸せって感じだよ。なぜヒヨが幸せになるのか分かりませんが、足利幕府とつながりを持った以上織田の動きも変わってくるでしょうね。そうだな。それより健介、確か浅井のところに寄りたいという話だったが、いかにする？いや、構わん。ならば少し寄り道をするか。では今浜より北上し小谷を目指しましょう。浅井はもともと京極氏の悲観でしたが、世の下克上の流れに乗って主筋である京極氏を追い落とした武闘派の家柄ですね。10年ほど前までは浅井家は近江で強勢を誇っていましたが、江南の佐々木氏、正確には六角氏ですね。その六角氏との戦いに敗れ心中するようになりました。でもここからが浅井氏のすごいところ。先代久政様の類まれなる外交力によってなんとか江北の領地を維持できるところまで復活した後、武勇優れる東大長政様を家中の者たちが担ぎ上げ、武力に物を言わせて六角氏より離反してしまったというのが今の浅井氏の状況ですね。今は我の妹が長政に嫁いでいる。よって織田と浅井は同盟関係にある。上洛する時の力となってくれるであろう。たわけめ。名は一という。そういえば貴様のことを手紙で伝えたら妙に会いたがっていたな。ずぶとい荒縄が服を着て歩いているような神経をしているくせによく言う。我の妹なのだから別段気を使う必要などなかろう。普通にしておけ。クオン様、小谷にはどれほどご滞在されるお考えですか？5日ほど考えているが、何かあるのか？お市様にお会いするの久しぶりですから楽しみだなーって。そういえば一はヒヨのことを可愛がっていたな。はい、たくさんよくしていただきました。だからですね、じゃーん、都でお土産を買ってきました。なんだそれは。その通り、お市様がいつも使っていた道具の京物の最新版をお届けするのです。一は活発な娘でな。子供の頃は美月を相手にしてよく暴れ回っておった。いや、ガチだぞ。貴様と対峙した時の数倍は真剣になっていたな。本気で蹴りを入れたんだから痛いのは当然だ。いらんことを言う貴様が悪い。
何を心配しているのか知らんが、一に挨拶ぐらいはしてやってくれ。本人も楽しみにしているようだからな。健介様、小谷が見えてきましたよ。美しい。山々を覆う鮮やかな緑の中、つつましげに姿を見せる上官はまるで海に浮かぶ小舟のような。山の斜面をうまく使い、車同士の連携も取りやすくなっていますね。それに死角も少なくなっている、まさに戦乱の申し子のような剣場。武骨ながらもどこか匂い立つ美しさがありますね。城とは軍略の粋を極めた芸術品ですから。わかります。大自然が生み出した芸術的な曲線を持つ山陽と、その山陽を理解した上で車を配置し連携を上げているところなど感動的で、美しすぎてもはや言葉も出せません。どういうことだ？ヒヨ、コロ。はい。小谷へ先触れに向かえ。我らはゆるゆると馬を打たせていく。一の相手を頼むぞ。はい。じゃあ行こっか、ヒヨ。二人とも出迎え苦労。こちらがお兄様ですよね。うわー、お姉ちゃんの手紙に書かれてた通りの人だ。すごい。見た感じからしてうさんくさそうな男だと書いたが、何か間違っていたか？言うわ。久しいな、一。元気にしていたか？うん、お姉ちゃんも元気そうで何よりだよ。おかげさまでな。お頭、いらっしゃいませ。はい、お先にお市様とお話しさせていただきましたから。はい、気に入ってくださいましたよ。健介、こちらに来てくれ。正式に紹介しよう。新田健介、我の夫である。二人とも見知りおけ。貴様の立場を余すところなく伝えているではないか。長々と喋るのは好かん。貴様が余計なことを言うから痛い目を見るのだ。ほほほほ、もう一度踏んでほしいようだな。我の勝ちだ。お姉ちゃんと仲良くやれてるんだね、健介お兄ちゃんは。知らんわ。初めからそう言えば痛い目を見ないで済むのだぞ。
寝切りにしてくれるわ。もう知らん。うるさい、知らん。こんなお姉ちゃん久しぶりに見た。二人は本当に仲がいいんだね。うん、一は一だよ。お姉ちゃんの妹で浅井家当主長政様の奥さんなの。僕が長政です。兄様、よろしくお願いします。はい、まこっちゃん、もっと元気出して。大きな声で挨拶だよ。僕、長政って言います。通称は誠。兄様、どうぞよろしくお願いします。よしよしよし、元気いっぱいにできたね、まこっちゃん。僕頑張れたよ、一。うん、さすが一のまこっちゃんだよ。それじゃあ立ち話もなんだし、まこっちゃんがお部屋に案内するね。お姉ちゃん、お茶飲むでしょ。所望しよう。了解。おーい、ひよ、手伝って。ひよ、私もお手伝いするわ。それでは僕がお部屋にご案内します。ようこそ、浅井が誇る献上、小谷城へ。それでは宴の準備が整うまでは、僕がお相手をさせていただきますね。苦労をかける。それにしてもこたびの来訪、お姉様にしては珍しいご同行者ですね。機縁があってな。皆を紹介しよう。お初にお目にかかります。私はルイス・エーリカ・フロイス。とある目的のため、この日の本にまかり越しました。偉人さんの割には言葉がお上手なんですね。エーリカさんのお母様は美の時源氏が祭り明智の将の住人、明智家の娘なのだそうです。ああ、明智の。先代の光康様は武略に優れ、お人柄もよく領民に慕われていたとか。その明智の流れを組む方なのですね。日の本の名は明智十兵衛と申します。浅井様、以後お見知りおきくださいませ。誠でいい。僕の方こそよろしくね。で、あなたは。我が名は竹中半兵衛重治と申します。竹中というと、あなたが稲葉山城乗っ取りで有名な竹中殿なんですね。どの程度有名なのかは分かりませんが、その竹中と思っていただければ、今は小高中にて健介様に忠誠を尽くすみ、以後お見知りおきを。こちらこそ。で、兄様があの噂の方なんですね。感動だな。兄様なんですから呼び捨てで結構ですよ。誠ってお呼びください。こちらこそ。あとは一が可愛がってる藤吉郎ひよ子とその友達のコロクコロコちゃんですか。我の来た意味を考えているのか。ああ、そうですね。お姉様は意味のないことをされない方。今回の来訪に果たしてどのような意味があるのかなと気になってしまって。そういえば、エーリカ殿とは一体どこでお知り合いになられたのです？堺だ。南蛮商人とつなぎを持ちたくてな。教会を訪れたところエーリカがいたのだ。久保様に会ったんですか？それはまた、いいなぁ。
貴様も行けばよいではないか。小谷からなら都は近い。いつでも行けるだろう。今の状況だとなかなかそうもいかなくて。六角がうるさいのか？それもあるんですけど、最近は寮内に少し不穏な空気があるんですよ。不穏？坊主か？いえ、鬼です。正確には静ヶ岳付近なんですけど、ここ最近民に被害が出ていまして、尾張や美濃には鬼は現れてないんですか？時折夜に姿を現すという報告は受けている。その都度三月や麦穂が出張り成敗するのだが、どういうわけか死体が残らんのでな。見分もできんのだ。なるほど。我らの領内と全く同じですね。夜農民たちを襲い人肉を食らう。そしていずこかへ消えてゆく。うちでも赤尾と磯野の2人が領内を警備中に何匹か成敗したのですが、一向に減る様子がないんです。尾張では一度成敗した後は一月ほど出なくなると聞くが。そうなんですか？じゃあ港北に湧いてる奴らは何なんだろう。はい、どうぞ。場所ですか？そうですね。ここ最近は北と南に集中してるかな。北は静ヶ岳付近、南は沢山あたりに頻繁に出現しているって報告がありますね。多分観音寺あたりから流れてきてるんじゃないかな。ビンゴがどうかしたんです？京方面から流れてきている可能性が高いということか。どういうことです？誠、小谷近辺に鬼は出るのか？出現頻度はそれほどでもありませんが、時々出てきますね。最近は群れとなって出現することも多くて、正直対処に困ってるんです。お茶持ってきたよ。お茶菓子もありますよ。餅菓子、練り菓子、なんでもござれ。あ、クオン様のためにコンペイトーなんかも用意しました。でかした。うるさい。好物なのだから仕方ないだろう。たくさん食べてね、お姉ちゃん。それと偉人さんのお口に合うかな。結構なお手前で。本当？やったー！ってあれ？偉人さんなのにどうして言葉がわかるんだろう。いち、この方が喋っているのは日の本の言葉だってば。だからわかるんだ。偉人さんなのにどうして？夫婦揃って同じ反応だな。仲の良いことだ。いち、こちらの方はルイス・エリカ・フロイスさんってお名前なんだけど、日の本の名前は明智十兵衛とおっしゃるそうだよ。明智って美濃の？ええ、母の出身が明智の将なのですよ。へえ。じゃあ結菜お姉ちゃんのいとこになるのかな。今度紹介してやろう。それにしてもエリカさんの髪綺麗だね。金柑みたいな色してる。いいな。お姉様と同じことをおっしゃるのですね。お姉ちゃんも言ったの？金柑と呼んでいる。もうそうやって人にあだ名をつける癖治ってないね。結菜お姉ちゃんに怒られるでしょ。二人してつけているが。もうそれってお姉ちゃんの癖が移っちゃったんだよ、きっと。であるか。
ところで何かお話ししてたみたいだけど、何のお話ししてたの？ああ、お姉様に鬼のことを相談していたんだよ。鬼って今うちの寮内で好き勝手やってる？そう、その鬼だよ。尾張や美濃ではどうなってるのかって気になってね。あの鬼多分都から来てると思うよ。その根拠はどのような？小谷は南部、沢山は西部の方が被害がひどいし、六角の寮内でもかなり頻繁に鬼が出てるって一の鬼輪番の子たちが教えてくれたもん。なんでそれを僕に言ってくれないの？まだ確証がなかったし、まこっちゃんにはちゃんと分かってから伝えたかったの。それは嬉しいけど、でもそういうことは今度からちゃんと相談してね。はーい。どうした？ん？いや、我も同じ考えだ。誠、一、エイリカとそしてクボーと話したことどもについて言っておきたいことがある。エイリカと久保様？何のこと？他でもない鬼について伝えておかねばならないことがあるのだ。鬼のことですか？聞かせてください。ふむ。金冠、詳しく説明せえ。はっ。以上で説明を終わります。この日の本に迫っている危機を理解してもらえたと思うが、しかしお姉様、エイリカの言を疑うわけではございませんが、果たして本当のことなのでしょうか？真偽のほどは我にもわからん。だが金冠の言葉、鬼の動きを合わせてみれば、無関係というにはあまりにもできすぎておるのではないか？それは、そうですね。確かにお姉様の言う通りかもしれません。鬼について我はすぐに動くことはできん。だがいつか必ずや鬼を駆逐せんと心に決めておる。誠、一、我に力を貸してくれ。それは喜んで。ですが、具体的にはどのような行動を起こすおつもりなんです？今すぐにどうこうというつもりはない。何せ情報が少ないからな。だが備えるために動くことはできるですね。里いな。さすが我が妹である。でもどうやって？天下不武。なんと、それは茨の道ではありますまいか。分かっておる。しかしやらねばならん。わかりました。この浅井長政、全力を挙げてお姉様に協力いたしましょう。いちもお姉ちゃんに協力するよ。いちは暴れたいだけじゃ。まこっちゃん、乙女に暴れたいだけとかそういうこと言っちゃいけないんだよ。ごめん、覚えとくよ。頼もしいぞ一。頼りにしている。任せといて。
それでお姉様、今後はどのように？我は一度美濃に戻り家中を調整して上洛するつもりだ。その時は誠にも協力を要請したい。承知しました。港北8000機、その全てを織田木工のもとに揃えてご覧に入れましょう。頼りにしているぞ誠。はい。あ、ところでお姉様、小谷にはどれくらいご滞在の予定ですか？5日ほど世話になろうと思うが構わんか？それはもちろん。では僕はすぐにでも家中の情勢に入ろうと思います。一、お姉様のお世話を任せて。まこっちゃんも表彰頑張ってね。大丈夫だよ。では失礼。奴も当主としての姿勢が板についてきたな。浅井家当主となってもう3年だもん。まこっちゃんはやればできる子なんだよ。家臣どもに祭り上げられて右往左往していた時はどうなるかと思ったが、一の言う通りであったな。でしょ？まこっちゃんはすっごく頑張る子だもん。そうだな。仲良くやっているようで安心した。超仲良しだよ。優しいし、ちょっとヘタレで可愛いし。であるか。お姉ちゃんたちのお部屋の準備しなくちゃ。お姉ちゃん、その後でお兄ちゃんと遊んでいい？どうだ健介。じゃあまた後で声をかけるね。ひよ、コロ、手伝って。大きな壁で言えばそうであろうな。鎌倉より続く名門ですね。江南周辺の豪族たちに大きな影響力を持っています。しかし東大義治殿が世に言う観音寺騒動というお家騒動を起こし弱体化してしまったというのが現状でしょう。それに出来星である我ら織田家を蔑視していますから、舐めてかかってくるでしょうし、さして大きな壁にはならないと思います。いや、そういうわけにもいかん。美濃の背中には武田の刃が突きつけられているのだからな。当主は確か武田晴信殿でしたね。家中の団結も強く、知将義将があまたいて、世間のスズメは戦国最強とさえずっておりますが、そのように強い勢力であるのならば、鬼を駆逐するために力を貸してもらってはどうでしょう。理想を言えばそうなのだがな。そんな、同じ国に住む者同士なのですから、浅井殿のように。それはわかりますが、でも疑い出したら。それはそうですが。金冠の言いたいことは分かっているが、今は目の前のことを一つ一つ片付けていくことが先決だと我は考えているのだ。それではダメか？いえ、おっしゃることごもっともではあるのですが、やはり私はクオン様のご判断に従いましょう。しばし耐えよ。武田に関してはまだまだ情報が足りません。尾張に帰った後、患者を放って領内を探るのがよろしいかと。いや、今は和葉の方が先だ。
おそらく無理でしょう。そもそも公方の意向にひれ伏すものが多いのであれば、このような乱世にはなっておりませんよ、健介様。そういうことだ。物事には順序がある。それはよくわかっているのですが、鬼を操っている者の動きが見えないからこそ早急に対処しなければならない、そう考えてしまうのです。我も同じだ。だがこの国にはせいてはことを仕損じるという言葉もある。物事を一つ一つ片付けていけば、いずれはこの騒動の黒幕に通じる道もできよう。今は我慢せい。はい。イが客間を用意してくれているはずだが。眠くはありません。ただ少し目を閉じたい気分なだけです。